こんにちは、ユーデミー講師の平地です。今回はジオメトリーノードを使って元のオブジェクトから別のオブジェクトへ変形させる方法を紹介していきます。突然ですが、まるで錬金術のように物体を変化させたいと思ったことはないでしょうか。ブレンダーのこれまでのバージョンだとミックスノードと属性転送ですぐできてはいましたが、最近のバージョンではできなくなったっていう人も多いのではないでしょうか。今回紹介するジオメトリーノードの方法は完璧な精度とは言えないかもしれないですが、変形させる表現の一つとしてぜひ覚えておきましょう。主に使うノードはインデックスサンプルと位置設定ノードです。このチャンネルではジオメトリーノードを使ったブレンダーの遊び方を紹介していますので、興味ある方、チャンネル登録と評価をお願いします。それでは実際の作業画面を見ていきましょう。今回は事前にこのソードと名前を付けた剣のオブジェクトとメタルと名前を付けた鉄の延べ棒のようなオブジェクト、この2つを事前に用意しました。そしてアニメーションの表現としてはこのメタルからソードに変形するようなノードを組んでいきたいと思います。で、今回ジオメトリーノードを適用させるのはこのソードのオブジェクトの方になります。理由は後ほど解説していきたいと思います。それではこのソードを選んだ状態でジオメトリーノードタブに移動します。ジオメトリーノードタブでこのソードを選択されていることを確認して新規を押しましょう。名前を GN1 としておきます。そして今回どうやってこのメタルからソードに形を変えるかというと、このソードの各頂点の各ポイントの情報をこのメタルの各ポイントの情報に移動させることで、まるで変形しているような表現をするというのが方法になります。なのでまずは各ポイントを移動させる位置設定ノードを追加しましょう。シフト A、ジオメトリー、書き込み、位置設定ノードを追加してグループ入力とグループ出力の間に置きます。で、今回ですね、この位置を使いたいと思っています。で、ベクトル形式のミックスノードというものを使っていきましょう。シフト A、ユーティリティ、ベクトルミックスを選択し追加します。ここはベクトルで均一で問題ないです。このベクトルミックスノードは A に入ったベクトルと B に入ったベクトルをこの係数によって出力する割合を変えるというものになっております。なので今回はこの剣のベクトルとこのメタルのベクトルが必要になってきます。まずは剣のベクトルを入れたいので1ノードを追加します。シフト A、ジオメトリ読み込み1。これが剣のベクトル、このソードのベクトルになっております。で、今回この次 B に入れていくところなんですけども、ここが少し工夫が必要になってきます。まずはメタルの情報が必要になるのでメタルをアウトライナーから持ってきます。このメタルの位置をつなぐだけだとうまくはいかないです。試しにやってみましょう。このように接続して係数を移動させても、ここを見るとソードの各ポイントの情報が全てこの座標にいっているのがわかります。やりたいことというのは、このソードの各ポイントの情報がこのメタルのそれぞれのどこかのポイントの情報になれば、この同じ形を表現することができます。なのでこの間に少し違うノードを入れていきます。今回はインデックスサンプルノードを使います。シフト A、ジオメトリー、サンプル、インデックスサンプルを選択し追加します。インデックスサンプルノードはまずこのターゲットとなるジオメトリーに入っているオブジェクトの情報から、そのオブジェクトの各インデックスに入っている情報を何かしら出力するというものになっています。で、まず出力する形式ですが、ここの B に接続するベクトル情報が欲しいのでベクトルを選択します。属性は各頂点のポイントですね。ポイントの情報が欲しいのでここはポイントに設定をします。ターゲットとなるジオメトリーはメタルになるので、このジオメトリーにはメタルを接続します。そして少し参考を作ったので、それでこのインデックスサンプルの動きも見ていきたいと思います。今回ですね、この
モンキーと立方体をここに追加しました。モンキーには簡単なノードを今組んでいます。このグループ入力がモンキーになりますので、まず1設定ノードをこれはかましてあるだけです。1設定ノードを使えば、このオフセットのところでこういうふうにパラメータで移動させることができます。で、ここにですね、インデックスサンプル、ベクトル、ポイントにして、ターゲットのジオメトリーをこの立方体ですね。この立方体を選択しています。そして、出力する属性のノードをここにつなぐ必要があるので、この1ノードをこの値のところに接続しています。これをオフセットに接続してみましょう。ここに接続すると、この立方体のインデックス0がここですね。0に当たるベクトルをここで出力して、モンキーがそこに移動しました。なので、インデックスを1にすると、1に当たるベクトルを出力して、そこにモンキーが移動します。このように、ターゲットとなるジオメトリー、そして出力する属性を入力して、指定したインデックス、そのインデックスのベクトル情報を出力するというのがインデックスサンプルノードになります。それでは先ほどのソードに戻りましょう。必要なノードをつなげていきます。ターゲットはメタルになるので、メタルのジオメトリーは先ほどつなげました。で、この1ノードも必要になるので、Shift D でコピーをして、インデックスサンプルの値の方に接続します。このインデックスに何を入れるかなんですけども、ここで出てくるのがもう一つ新しいノードになります。Shift A、ジオメトリー、サンプルの再近接サンプルを選択して追加します。再近接サンプルのこのジオメトリーには、ターゲットとなるメタルのジオメトリーを接続します。そして、ここから出力されるインデックスをインデックスサンプルに接続します。これでどういうことが起きるかというと、ソードの各ポイントのインデックス情報、そのうちメタルの各ポイントのインデックス、一番近いインデックスはどこかというものをここで出力することができます。なので、この4つのノード、今回つなげたこの塊で何が表現できているかというと、ソードの各ポイントの情報のうち、それぞれがメタルの各ポイントの情報、一番近いところのベクトルの値を出力するというものになっております。なので、もともとはソードのポイントなんですけども、それをメタルのポイントに置き換えたような表現がこれでできています。これを先ほどのミックスの B の方に接続します。するとこのようになりました。これで係数の値を変化させてみると、このようにメタルからソードへの切り替えができるようになりました。で、最後にですね、今回は少し同じマテリアルにしようかなと思っていますので、Shift A からマテリアル設定を選択して追加しましょう。で、好きなマテリアルを設定してみてください。これでこのように変形することができました。そしてアニメーションを設定していきたいので、グループ入力のこちらのソケットをこの係数に接続して、ここに出るようにします。そして最後はタイムラインを表示させて、そこでキーフレームを打てば、ここの変化の度合いを調整して、変形のアニメーションが完成になります。以上が元のオブジェクトから別のオブジェクトへ変形させるノードの組み方になります。ノードの数自体は少ないですが、考え方は新しいので、こういうやり方もあるんだなというところをぜひ覚えておいてください。で、今回ですね、少し注意点があります。今回、ジオメトリーノードを適用させた元のオブジェクト自体はソードにしました。これにはいくつか理由があって、まず、ソードの頂点は今回、今249あって、メタルの頂点は8個になっています。で、ソードの方が頂点が多いので、ソードの各頂点をメタルの各頂点、一番近い頂点に合わせれば、うまくメタルを表現することができます。ただ、これを逆にして、メタルをもし元のオブジェクトに設定した場合には、メタルには8個しか頂点がないので、
それが一番近いこのソードのどこか8個の頂点に行くだけなので、ソードの形にはならないです。本来であればほぼ同じぐらいの頂点数の形で表現するというのが理想になってくるんですが、うまくいかない場合は元のオブジェクトと変形先のオブジェクト、それぞれの頂点数がどうかというところも確認してみてください。また今回は少し似たような形のオブジェクトでしましたが、それぞれのオブジェクトの XYZ のサイズ感、あとは位置関係によっては一番近いポイントの情報を取得しても全てのポイントに一致するということはない可能性もあります。なのでこういう位置関係だったりサイズ感っていうところも意識してやってみてください。もう少し精度の高い方法が分かれば違う動画で解説をしていきたいと思います。今回のチュートリアルの内容も何かに使えると思うので、面白い案を思いついた方はぜひ作品に挑戦して SNS にアップしてみてください。気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、ゼロから体系的に学びたい人向けに Udemy 講座もリリースしています。概要欄の公式 LINE や X で毎月クーポンを発行していくので使ってください。そして公式 LINE では動画や自主制作に関する質問も受けているのでお気軽にどうぞ。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。